自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、超音 700Hz 取り付け。今回は三つ葉の超音 700Hz を取り付けます。超音 700Hz？ 何それ？超小型の電子保音でありながらラッパのエアホーンみたいな高音が鳴るのよ。そうなの？過去の動画で取り付けた3連のエアホーンを鳴らしてみるわ。小さい電子ホーンがフェラーリのエアホーンみたいな音がするってこと？そうね、最高の高音を奏でる渦巻き型のホーン、早速取り付けましょう。僕、超音700の音を早く聞いてみたいのだ。とても楽しみなのだ。カローラアクチオ5速マニュアル 700Hz と 580Hz 超小型渦巻きホーン。ホーン1つ 145g 軽量です。カローラアクシオ純正ホーンと大きさ比較。純正ホーンと同じくらいの大きさです。ホーンの裏側、超音 700Hz の厚みは 54mm。 電子制御ユニット、専用ハーネス、ホーン取り付けステート、ナットとワッシャー、配線コネクター2つ、今回は使用しません。取り付け、取扱説明書。ボンネット開けます。ラジエーターグリル外します。取り付けネジ外します。クリップ外します。グリルとフロントバンパーのはめ込みを外します。ラジエーターグリル外れました。ラジエーターグリル下の爪、フロントバンパーのグリル取り付け穴、ラジエーターサポートオープニングカバーを外します。クリップ外します。ラジエーターサポートオープニングカバー外れました。超低音ホーンドルチェ3の配線です。過去動画でフロントバンパーリインホースメントにドルチェ3取り付けています。純正ホーン電源線コネクターが2つあります。2つのうち1つはドルチェ3の入力信号線と接続しています。結束テープを剥がし、入力信号線の接続を外しました。純正ホーンのコネクター2つ、カローラアクシオ純正ホーンを取り付けてみます。純正ホーンも低音と高音があります。正常になっています。純正ホーン外します。超音700にステーを取り付け、小さい方の取り付け穴、ホーンにはめ込みます。ワッシャーとナットを取り付け、ナットを閉めます。純正ホーン取り付け位置に超音700取り付け、問題なく取り付けできました。ラジエーターサポートオープニングカバーを取り付けます。低音側ホーンとカバーが接触します。ステーの位置を変えます。ホーンがフロントバンパーリインホースメントと接触します。リインホースメントに取り付け穴がありました。ステーの位置を変更します。取り付けできそうです。高音側のホーン外します。ステーの位置を変更。高音側ホーンも取り付けできます。ホームセンターで売っているボルトナット、問題なく取り付けできました。ラジエーターサポートオープニングカバーを仮付け、接触しません。ラジエーターグリル仮付け、ラジエーターグリルも接触しませんでした。ホーンを取り外し、ガラスコーティング、シリコンオフで脱脂をします。ガラスコーティング剤をスポンジに垂らします。ホーンにコーティング剤を塗り込みます。コーティング剤をクロスで拭き取ります。取り付けステーもコーティング施工。2つのホーン取り付け、ボルトナットしっかり締めます。超音 700Hz
取り付け終わりました。次は電子制御ユニットの取り付けです。コネクターとアース線、ドルチェ3のユニットと一緒に取り付けできそうです。ドルチェ3のユニットを外します。ホームセンターの汎用ステーをインナーパネルに取り付けています。ドルチェ3と超音700ユニットの裏側、向かい合わせで取り付けます。長いボルトに変えます。ボルトナットを締めます。電子制御ユニットを取り付け固定できました。電子制御ユニットのアース線、ドルチェ3ユニットのアース線、バッテリーマイナスのアースポイントに接続しています。専用ハーネス、専用ハーネスと電子制御ユニットのコネクターを接続。専用ハーネスの赤色線、5アンペアのヒューズがついています。バッテリーのプラス端子に接続します。バッテリーのマイナス端子を外します。バッテリーを外します。赤色線にコルゲートチューブをかぶせます。バッテリーのプラス端子に赤色線を接続。ドルチェ3の赤色線と一緒に固定します。赤色線を結束バンドで固定しました。この車は純正ホーンが2つ、パターン2、青色線が2本、クワガタ端子がついている青色線は電子制御ユニットのアース線と一緒にアースポイントに接続します。バッテリーマイナスのアースポイントにドルチェ3のアース線と青色線を接続しています。超音700のアース線と青色線をアースポイントに固定します。専用ハーネスのホーンに接続する配線です。赤色と黄色、赤色と緑色、コルゲートチューブをかぶせます。ホーンの配線、ラジエーターとラジエーターサポートの隙間に通します。高温側、赤色と黄色線を接続します。2つの端子、どちらに接続しても問題ありません。赤色と緑色線は低温側のホーンに接続します。バッテリーを仮付け。超音700の青色入力信号線。青色線の被覆を向きます。ホーンのテスト。青色線をプラスに接続。正常になっています。ドルチェ3の入力信号線プラスに接続。正常になっています。超音700とドルチェ3の青色線をプラスに接続。車内に取り付ける切り替えスイッチです。A 門のトグルスイッチ。スイッチのタイプはオンとオン、オフはありません。3極のスイッチです。配線の接続方法。真ん中の端子に純正ホーンの電源線を接続。ホーンボタンを押すと電気が流れる配線です。スイッチの両端、2つの端子にドルチェ3と超音700の青色線を1本ずつ接続します。バッテリー外します。ドルチェ3のユニットから出ている緑色線が車内に入っています。ダッシュパネルのグロメットから車内に通っています。結束バンドとコルゲートチューブを外します。ホーン電源用の赤色線を追加します。超音700とドルチェ3の青色線およびホーンの電源赤色線を車内に通します。A 門の配線ガイド。配線ガイドのワイヤーに3本の配線を通してテープで固定します。
ダッシュパネルのグロメットに配線ガイドを差し込みます。運転席足元のカバーを外します。センターパネルのはめ込みを外します。メーターを外します。配線ガイドが出てきました。配線3本車内に通りました。ドルチェ3の音色を切り替えるスイッチです。トヨタ純正 ETC の取り付け部分に切り替えスイッチを取り付けることにしました。細いドリルビットで穴開け、10ミリのドリルビットで穴開け、スイッチ取り付けの直径は12ミリです。プラスチック用のヤスリで取り付け穴を広げます。3本の配線足元に通します。青色線にギボシ端子を取り付け、赤色線に平型端子を取り付け、2本の青色線は車内に引っ張りすぎているので50センチ程度延長します。延長線を接続。3本の配線を切り替えスイッチに接続します。真ん中にホーンの電源赤色線を接続。スイッチの両端に超音700とドルチェ3の青色線を接続。スイッチを取り付けます。ナットを締め付け、スイッチ取り付けできました。3本の配線結束バンドで固定しました。ホーンボタンを押すと電気が流れる純正ホーンコネクターに赤色線を仮付け。ホーンのテスト。ドルチェ3。スイッチ切り替え。超音 700Hz。両方とも正常になっています。各配線をまとめます。エンジンルームから車内に入っている4本の配線にコルゲートチューブをかぶせます。4本の配線は結束バンドで車両ハーネスに固定しました。各配線はコルゲートチューブをかぶせて結束バンドで固定しています。純正ホーンの電源コネクター2つのうち1つに赤色線を接続。結束テープで端子の固定と絶縁処理。配線の接続、引き回しの作業が終わりました。バッテリー取り付け。プラス端子から取り付けます。マイナス端子を接続。端子を止まるまでしっかり差し込みます。バッテリーステー取り付け。ホーンのテスト。超音 700Hz。スイッチ切り替え。ドルチェ3。ドルチェ3の緑色線、スイッチオンでアースに落ちます。電車ホーンになります。過去動画で取り付けたドルチェ3点検します。フロントバンパー外します。傷防止のためマスキングテープを貼ります。各クリップ外します。フロントバンパーとフェンダーライナーの固定クリップ。フロントバンパーの下取り付けネジを外します。フロントバンパー外します。フロントバンパーエネルギーアブソーバーを外します。ドルチェ3に水垢汚れ。ドルチェ3外します。超音 700Hz とドルチェ3の大きさ比較です。シリコンオフで掃除と脱脂。ガラスコーティング施工。スポンジで液剤を塗り込み、クロスで拭き取ります。コーティング施工終わりました。ピカピカです。高音側のホーン、赤色と黄色線。低音側のホーン、赤色と緑色線。ホーンの取り付けしっかり締めます。ドルチェ3取り付け終わりました。外したパーツを元に戻します。完成しました。
ホーンの視聴です。僕、甲高くて透き通る超音700の音がとても気に入ったのだ。そうね、コンパクトな電子保音からエアホーンの音が鳴っているわね。エアホーンはコンプレッサーやエアホースが必要だけど、超音700は超小型軽自動車にも簡単取り付けできるわね。僕、DIY で超音700をつけるのだ。この車は切り替えスイッチでドルチェ3も鳴らせるのだ。僕、真似したいのだ。道路運送車両の保安基準に2つ違反している箇所があるわね。どういうこと？不正改造になるってこと？その通り、第43条の軽音機の条文を読むとわかるわ。超音700とドルチェの切り替えおよびドルチェの音色を変えるスイッチは、運転者が運転席で音の大きさまたは音色を容易に変化させることができるものに該当するわね。そうなの？もう一つはドルチェの余韻あり電車みたいなホーンは、音の大きさまたは音色が自動的に変化するものに該当しているわ。そうなの？わかったのだ。僕、違反にならないようにするのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。